謎が謎を呼ぶナルト世界。中でも、2年半の修行でナルト成長してない問題は S ランククラスの謎だ。そんな謎あったかしら？あった。今回は我々この葉考察班による、ナルト成長してない問題の考察報告を聞いていただこう。いい考察だと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録をして我々の活動を応援してほしい。まずは、ナルト成長してない問題について解説しよう。3年近く、エロ仙人と修行の旅に出てたのよね。ああ、サスケの里抜けを止められなかったナルトは、ジライアの下で2年半の修行を行い、里に帰還した。すっごく大人びて帰ってきたのを覚えてるわ。子供丸出しだった少年期とは打って変わり心身ともに成長した姿を見せたナルトだが、読者の間では、ナルトが思ったほど成長してないのではないかという指摘が存在するんだぜ。そんなことないわ。めっちゃキレやすくなったじゃない。それは成長とは言えないんだぜ。ナルトの成長に読者が違和感を持つのは、同時期に修行を行った桜サスケの成長が著しいからなんだぜ。二人とも、三人の綱で、オロチマルの下で修行したのよね。この二人と比べて、ナルトはあまり成長していないように思われている。今回は、なぜナルトがあまり成長していないように見えるのかについて考察していこう。桜とサスケってそんなに成長してたんだっけ？桜が成長した点としては、怪力と医療忍術のマスターが挙げられる。ナルトと再会して早々に、地面を叩き割ったのよね。緻密なチャクラコントロールによって爆発的な怪力を習得したんだぜ。また、ガーラ奪還任務では、暁のサソリが調合した毒をあっという間に解毒してしまうほどの成長を見せたんだ。そう考えると、桜ってかなり成長したわよね。そしてサスケは、桜以上に大きく成長したんだ。ものすごく強くなったイメージあるわ。オロチマルのアジトを突き止めたナルトたちは、サスケと約3年ぶりに再会した。あっけに取られ動揺するナルト桜と対照的に、サスケは冷静そのもの。と思った瞬間サスケはナルトの真横に降り立ち、居合わせたヤマトサイも含め一瞬で圧倒してしまうんだ。ガード不可の剣とか、千鳥流しとか、ほんとすごかったのよね。そんな二人と比べると、ナルトの成長ってちょっと微妙よね。ああ、中には、ジライアが死として劣っていると指摘する読者もいたようだ。エロ仙人たら、飛んだとばっちりね。はじめに言っておくと、後に4代目火影となる波風湊や、暁のリーダーになった長門たちを育てた点でジライアの師としての実力に疑問の余地はない。でも、だったらなんでナルトはそんなに成長しなかったのかしら？この問題について考察班は今回、ナルトの成長が遅かったのには合理的な理由があったと結論した。これから、その考察結果についての報告を聞いていただこうと思う。でも私聞いたことあるわ。ナルトは基礎が全然身についてなかったから、忍者の基礎をやってたんじゃないかって。この考察は一理ある。修行明けにカカシと行った鈴取り演習では、影分身の使い方が上手くなったとカカシが評価しており、忍びとしての基本戦術やチャクラコントロールといった基本を習っていたため、目に見えた成長がなかったとする説だ。じゃあそれで決まりってこと？いや、今回はより直接的な理由があると考えられる。直接的な理由？ナルトが成長していない原因は2つあると考えられる。1つは、ナルトの修行期間が、実は他の2人よりもかなり短かったと考えられること。そしてもう1つは、ナルトの修行環境が2人より良くなかったと考えられることだ。修行期間が短かった？だって、3年近くたっぷり修行したでしょ？いや、実はナルトの修行期間は、認識されているよりずっと短かったと思われる。そう考えられるのは、この修行期間中、ジライアが負傷している時期があるからだ。それって、キュービ化したナルトにやられたやつね。ああ、ジライアは、ナルトにキュービの力をコントロールさせる修行を行う。しかしナルトはキュービ化して暴走。ジライアはその流れで負傷してしまうんだぜ。エロ仙人は、死にかけたって言ってたわよね。その通り。そして死にかけるほどの重傷を負ったジライアは、すぐにナルトの修行を再開できたとは考えにくい。入院してたのかしら？その可能性もあるだろう。当初はしばらく意識不明だったかもしれない。
その間ナルトの修行って、当然ストップしていたはずだ。調べによると、命に関わるほどの重傷を負って入院する期間は長いと半年ほどとされる。半年もあったら、ジンギスカン全部踊れるようになっちゃうわ。もう少しマシな過ごし方あるだろ。また、リハビリをする期間も考えると、1年程度修行できなかった可能性さえあるんだ。それだと、サスケ桜よりも修行期間は半分くらいになっちゃうじゃない。半分は大げさだが、イメージしているよりはずっと修行期間が短かった可能性は高いんだぜ。じゃあ、ナルトの修行環境が良くなかったっていうのは何なの？これは螺旋岩の修行の時もそうだったが、ジライアは取材情報の傍らでナルトの修行を見ている。そのためどうしても付きっきりで修行できない時間が長かったと考えられるんだ。螺旋岩の修行の時って、割とほったらかしだったわよね。それに対し、桜は静音という姉弟子がおり、綱での手が空いていない時も修行を見てもらえた可能性が高い。ふむふむ。さらにサスケはというと、オロチマルはかなり手が空いている状態だ。あの時のオロチマルって、ただの天聖待ちおじさんよね。天聖待ちおじさんは失礼すぎだろ。それにニートみたいなもんだし。それは否定できない。とにかくオロチマルはサスケの修行に付き合いやすかっただろうし、カブトも修行相手になった。桜に静音がいたみたいにね。さらに極めつけなのは、オロチマルのアジトにはオロチマルの実験体がたくさんおり、実戦練習の相手には事欠かない環境だったことだ。サスケが急成長したのは、相手がたくさんいたからなのね。もちろん、サスケの才能が際立っている側面はあっただろうが、それを十分に引き出す環境がオロチマルの元には揃っていたと言えるんだぜ。修行相手っていう面でも、ナルトはだいぶ不利なのね。ナルトが全然成長してないのも頷けるわ。成長度合いで二人に差をつけられたように見えるナルトだが、一つ大きく成長している点がある。大きく成長している点？エロ忍術の完成度かしら？いや、とりあえずそれ以外で、修行明けでナルトが成長した点は、影分身の使い方なんだぜ。さっきも言ってたわよね。カカシとの演習で、カカシに評価されたのはさっき言った通りだが、それ以外の場面でも、影分身の使い方の上達が現れているシーンがあるんだぜ。そんな場面あったかしら？代表的なのは、角図戦だ。暁のおじいちゃんね。長い触手を自在に操る角図に風遁螺旋手裏剣を当てるため、ナルトは影分身による陽動策を立てる。影分身を角図に突っ込ませて隙を作るのね。カカシヤマトとの修行は主に性質変化のマスターに集中していたから、影分身の使い方はジライアとの修行が大きいはずだ。確かに、1部と2部では影分身の使い方が変わってる感じがするわ。少年期では、影分身を人海戦術的に、つまり数の暴力で押す戦法が目立っていた。水木とか、君まろと戦った時を思い出すわ。それが修行明けでは、無数の分身を作り出す場面は減り、戦術的に分身を作って戦うスタイルに進化していることがわかるんだぜ。岸影様が、ナルトをたくさん描くのが嫌になったんじゃない？まあ、そういう理由もあるかもしれないが、メタ的な理由ではなく作中に根拠を求める方針でいく。影分身の使い方を伸ばしたのには、ジライアなりの理由があったと考えられるんだぜ。エロ仙人の理由？というのも、影分身の使い方のスキルは、影分身以外にも有用なんだ。例えば、影分身の戦略は、正体を率いる場合などにも効果を発揮するだろう。どういうことだってばよ。ある目標に対し、何人のメンバーが必要で、それぞれどのような役割を割り振ればいいのかという判断は、そのまま正体を率いるリーダーに求められる素質と言えるんだぜ。角図のおじいちゃんを倒すときに、何人分身が必要で、どう戦うか作戦を立てたみたいに？そうだ。このように、メンバーを指揮して戦う能力は、10人やそれ以上の忍びには必須なスキルと言える。ふむふむ。ナルトに、戦略的に影分身を使う修行をさせたのは、火影になるというナルトの夢を叶える上で、相当合理的な判断だったと言えるんだぜ。エロ仙人って、もしかしてすごい人？もちろん、これはジライアにとってはある意味苦肉の策だったはずだ。
当初予定していた九尾の力のコントロール修行は失敗し、加えて修行期間の大幅なロスに直面したジライアは、ごく限られた時間でナルトを成長させる必要に迫られただろう。暁に対抗しなきゃいけないんだもんね。その中で、性質変化の修行などもジライアの頭に浮かんだことだろう。それ思った。なんで色仙人は、フートン螺旋手裏剣の修行をナルトにさせなかったんだろうって。しかしジライアはその選択を取らなかった。ただでさえ不器用なナルトだ。新しいことをやらせるより、すでにナルトが持っているものを強化する方針が合うだろう。それが影分身の運用であり、そして大玉螺旋丸の習得だったはずだ。いじられがちな大玉螺旋丸にもそんな裏があったのね。ジライアの修行は、期間が短いながらもナルトを最大限強化し、かつナルトの将来も見据えたものだったと考えられるというのが、今回考察班が出した結論なんだぜ。いかがだっただろうか。このチャンネルでは、ナルトに描かれているシーンや設定の中での疑問点を考察していく。今回の考察が理にかなっていると思った人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いするぜ。反応があると、すっごく嬉しいわよね。本報告の矛盾点や新たな説、考察してほしい謎があれば教えていただけると嬉しく思う。それでは次の報告まで、3、